黒ずきんの目次へようこそ。診断インフィニティフォビルンにてマドルチェ新規3種が新たに登場です。前回の動画にてこれからマドルチェを触るよという人へ向けて必要な情報をすべて網羅したマドルチェの教科書を開きました。マドルチェを一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、世界観や各カードの名前の由来など、マドルチェがより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。目次です。4章立てにてお送りします。タイムテーブルは動画説明欄から。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。第1章新規の紹介。今回新たに登場した新規マドルチェは3種類で、それぞれリンク3、ランク5、罠カードです。1、ランク5と罠カードは妨害用のカード。リンク3も展開途中に出てくるカードのため、初動が変わったということはなく、これまでマドルチェを触っていた人は馴染みやすいかと思います。逆に言えば一番欲しかったマドルチェモンスターをリクルートできる魔法のような手数を増やせる初動の追加はなかったため、マドルチェ最大の弱点である手数の少なさは依然として課題のままです。1、ミニアマドルチェニャカロン。名前の由来はフランス語で可愛さ、食後の焼け菓子を意味するミニャルディーズプラス猫の鳴き声プラスマカロン。今回来た新規の中では唯一展開に寄与する個人的に最も評価の高い1枚です。効果は2つ。丸1効果はリンク召喚時にマドルチェカードをサーチできます。モンスター、魔法、罠問わずに何でもサーチというマドルチェにとって初の指定のないサーチ効果で、これがシンプルかつ強力。新たな妨害罠である口述のマドルチェデセールをプロムナードの横に構えることで少なかった先行での妨害を補ったり、サロンで召喚権が増えていることを生かしてマジョレーヌをサーチしてさらなる展開ができます。丸2効果は手札のマドルチェを SS し、墓地のモンスターをデッキに戻す効果。ニャカロン自体が獣族のためメッセンジェラートとの相性が抜群。丸1の効果でメッセンジェラートをサーチすれば、この効果で場にレベル4モンスターと魔法罠を1枚ずつ展開できますし、それを考えると課題であったメッセンジェラートの素引きも悪くなかったり、またデッキに戻すモンスターには指定がないため、グラスフレ同様、シャトーと合わせて手札誘発の回収もできます。しかし僕が評価しているのはその召喚条件の緩さです。リンク3ということで一見重そうに見えますが、召喚条件はマドルチェモンスターを含む効果モンスター2体以上。これまでのマドルチェエクストラは素材にマドルチェ以外を使用できませんでしたが、この子はリンク2プラス適当なマドルチェで出すことができます。そしてニャカロンをリンク召喚すれば、サーチしたエンジェリーやプティンセスールをそのまま場に出して展開することができます。これにより召喚権を使わずにリンク2を出力するギミックを採用することで、マドルチェ初動が止まってしまった場合でも、この子を出すことで貫通できるのです。手数が増える雑に強い初動ではないですが、構築次第ではマドルチェの弱点をケアできるようになりました。2、クイーンマドルチェティアラフレース。フレースはフランス語でイチゴを意味します。クイーンマドルチェティアラミスの進化系で、ティアラミスに重ねて出すことができます。効果は相手ターン限定のティアラミス。これ以上でも以下でもありません。マドルチェ使いなら誰もが夢見たことでしょう。ティアラミスのデッキバウンスがフリーチェーンだったらなぁと。相手ターン限定ではありますが、ようやくその夢が叶いました。念願のフリチ除去を手にしたことで苦手だったアーゼウスを克服。1ターンに1体しか出すことができないですが、ティアラミス同様名称位置がないので、余裕があれば2枚採用してもいいかもしれません。3、マドルチェデセール。デセールはフランスのコース料理の最後に提供されるデザートを意味します。効果は2つ。
1効果はドラゴンメイドのお片付けです。加えてデッキエクストラからマドルチェを SS できます。ティアラフレースのデッキバウンスには見劣りしますが、マドルチェ魔法罠を素引きしてしまった場合でも追加で妨害を構えられるようになったという点で偉いです。同時にマドルチェナイツの2軍落ちが決定した瞬間でもありました。2効果はマドルチェカードがデッキエクストラに戻った際に発動できるエクシーズ素材付与効果。1効果でティアラフレースを SS して2効果で素材付与ができれば最強だったのですが、これらはプロムナード同様いずれか一つしか使えないため、新規の登場で最終盤面に残す余裕がなくなったシスタルトを出すことになるでしょう。以上が新規の紹介です。新規の登場で強化された点といえば、ブリチェ除去を構えられるようになった、リンク2を出力すれば妨害も貫通できるようになった、この2点に尽きるでしょう。第2章展開の紹介。続いて展開の紹介です。はじめに一番展開が伸びるマジョレーヌの展開です。2体目のメッセンジラートが出てくるところまではこれまで同様なので解説を省略します。マジョレーヌとメッセンジラートでグラスフレをエクシーズ召喚。残った3体でニャカロンをリンク召喚。ニャカロンのリンク召喚時効果チェーン1。グラスフレの効果チェーン2でホットケーキとメッセンジラートを手札に回収してレベル4マドルチェをサーチ。バトラスクを採用することでここでサーチすれば任意のフィールド魔法をサーチできます。サロンの効果でプロムナードをセット。ニャカロンの効果で手札からメッセンジラートを SS して墓地のモンスターを回収。メッセンジラートの SS 時効果でデセールをサーチ。サロンの効果でレベル4マドルチェを召喚。メッセンジラートとレベル4マドルチェでティアラミスをエクシーズ召喚。重ねてティアラフレースをエクシーズ召喚。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの3妨害プラスグラスフレの墓地バウンス。ゲットがあればシスタルトを盤面に残すことができるのですが、デセールで相手ターンに出力できるため今回は不採用です。次にプティンセスールの展開です。プティンセスールとエンジェリー書道の場合、これまで通りの展開をしてしまうと、メッセンジラートが2体ともグラスフレのエクシール素材となってしまい、ニャカロンの効果で SS できず妨害数が減ってしまいます。3枚目のメッセンジラートやクロワンサンを採用すれば、問題なく展開できるのですが、ノイズを増やしたくないので、なんとかメッセンジラート2枚構築で何妨害構えられないか模索してみました。展開は甘味さんという方から教えていただいたものです。どうもありがとうございました。から分岐です。ホットケーキとメッセンジェラートでシスタルトをリンク召喚。砂糖の効果で墓地のマドルチを回収。この流れを取り入れることで、メッセンジェラートが1枚デッキに戻るため、実質3枚体制にすることができます。チョコアラモードの効果でエンジェリーをリクルート。この時点で獣族マドルチが場に存在しないため、メッセンジェラートを出さずにエンジェリーを挟みましょう。ここから分岐です。チョコアラモードとシスタルトでニャカロンをリンク召喚。ニャカロンのリンク召喚時効果でマジョレーヌをサーチ。エンジェリーの効果で自身をリリースしてメッセンジラートをリクルート。メッセンジラートの SS 時効果でサロンをサーチ。マジョレーヌを NS。マジョレーヌの NS 時効果でマジョレーヌをサーチ。メッセンジラートとマジョレーヌでグラスフレをエクシーズ召喚。サロンの効果でマジョレーヌを NS。マジョレーヌの NS 時効果でメッセンジラートをサーチ。
ニャカロンの効果で手札からメッセンジラートを SS して墓地のモンスターを回収。サロンの効果チェーン1、メッセンジラートの SS 時効果チェーン2でデセールをサーチしてプロムナードをセット。マジョレーヌとメッセンジラートでティアラミスをエクシーズ召喚。重ねてティアラフレースをエクシーズ召喚。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの3妨害プラスグラスフレの墓地バウンス。札の数は少し減りますが、マジョレーヌ展開同様の盤面を作ることができました。最後にエンジェリーの展開です。途中まではプティンセスール書道と同じですが、グラスフレの効果で墓地のモンスターを肥やさないようにしてください。こうしておくことでショコアラモードのリクルート効果をフルで使えるようになります。ここから分岐です。プティンセスール展開同様、場に獣族マドルチェがいないので、メッセンジラート以外をリクルートしますが、今回エンジェリーの効果は使用済みなので適当にリクルートしておきます。シスタルトとマジョレーヌでニャカロンをリンク召喚。ショコアラモードはあと1回リクルート効果を使えるので残します。ニャカロンのリンク召喚時効果でメッセンジラートをサーチ。ニャカロンの効果で手札からメッセンジラートを SS して墓地のモンスターを回収。この時、シャトーで手札に回収してしまうと、ショコアラモードの効果が起動しない点に注意。ショコアラモードの効果チェーン1、メッセンジラートの SS 時効果チェーン2でプロムナードをサーチしてメッセンジラートをリクルート。チェーンの順番を組み間違えると、メッセンジラートの効果のタイミングを逃してしまう点にも注意。メッセンジラートの SS 時効果でデセールをサーチ。ショコアラモードとニャカロンでシスタルトをリンク召喚。2体のメッセンジラートでティアラミスをエクシーズ召喚。重ねてティアラフレースをエクシーズ召喚。最終盤面はティアラフレース、プロムナード、デセールの3妨害。グラスフレとサロンは残りませんが、無事すべての初動から3妨害構えることができました。第3章春化粧の出張。さて、前回からお話に出ていた春化粧の出張についてお話しします。といっても、主に採用されるのは苗と霞の春化粧で、その他は春化粧モンスターが少し投入されるくらいなので、苗と霞の春化粧を中心に解説します。1、苗と霞の春化粧。丸1効果で地属性天使属をサーチしつつ、コストにした手札の地属性を SS できます。サーチ先となるエンジェリー書道であれば、高校でも難なく展開できますし、やや足りない書道を補えます。加えて手札のプティンセスールやホットケーキをコストにすることで、彼らでベーラーや無限を受けつつ、サーチしたエンジェリーを NS して展開できます。書道と手数をこのカード1枚で確保してくれるため、これがマドルチェの最適解は春化粧型と言われるゆえんです。2、森と目覚めの春化粧。丸1効果で地属性を愚かな埋葬しつつ、コストにした手札の地属性を SS できます。後半部は春化粧の共通効果で、前半部のこの子の固有効果での役割は G、通称マドルチェゴキブリュレを落とすことにあります。ゴキブリュレを墓地に落としておくことで、グラスフレやニャカロンで廃棄品の回収ができるのです。衛生的に大丈夫なんでしょうか。その他の候補としては、屋敷わらしや謙信館ムドラが挙げられます。第4章構築の紹介。特筆すべきは戦闘を出張させた点です。最初にお話ししたように召喚権を使わずにリンク2を出力できるギミックを採用することで、初動が止められた場合でもニャカロンで貫通できます。デッキにノイズがないという点で中でも戦闘が最適解でした。墓地にモンスターがたまらないので、マジョレーヌやプティンセスールと相性が良く、高校でも2種のトロイメアを展開して妨害を剥がせます。初動3種と苗と霞の春化粧は引きかぶりたいのでフル投入。手札消費の激しくなる岡と芽吹の春化粧は検討中です。
クストラは割とカツカツです。ゲシュタルトは展開次第で2枚欲しいのですが、チョコアラモードやニャカロンにも同様のことが言えるため要調整です。今回紹介した戦闘春化粧マドルチェで今週末の YCSJ に出場しようと思いますが、やはり初動の細さが懸念されます。戦機の効果自体はどれも強力なのですが、現代遊戯王で求められる性能とは言い難いため、苦戦は必至でしょう。こんな初動の細さを解決できるかもしれないトライブリゲートマドルチェについて次回は紹介するかもしれません。